今日はスーパーにペットを探しに来ました。するとそこにはなんと生きた車エビがいました。めちゃくちゃ可愛いし、運命を感じたので、飼育してみたいと思います。横にいたサザエさんも一緒にお持ち帰りしてみます。はいって感じで皆さん全速力で帰ってきました。今回スーパーで購入した車エビ9匹たちです。やばいかも、この個体とかも足の動きが少ないですね。今回ちょっと心配なのが、車エビってこのサイズからもう一回りぐらい大きくなるんだけど、このね、若い個体だとやっぱ弱るのがめちゃくちゃ早い。今すぐこの子たち海水に入れてあげます。でかい水槽を立ち上げるまでこのミニ水槽で一旦仮住まいさせます。お願い、生き返ってくれ。ほら、ほい。大丈夫か。頑張れ、ほら、頑張れ。すぐさまエアレーション炊いてあげます。回復するかなこれで。ちょっとわかりませんね、正直。頑張れ頑張れ。さあ、起き上がった起き上がった。この子とかちょっと絶望的かもしれません。こっちをもう横たわっちゃってるわ。頑張れ、立つんだジョー。お前気合出せ。頑張れ。はい。車エビはエラ呼吸をしますが、エラの周辺に水分があれば呼吸が可能なんで、完全には呼吸できてないけど、ギリギリパックの中で命を維持してたって感じでしょう。ちょっとね、エアレーションの数を増やして酸欠を回復させようと思います。スイッチオン。足さえ動いてればまだ生きてるから、もしかしたら1時間とか2時間経ったら回復するかもしれない。その間にこの子たちの水槽を作っていきたいと思います。今回使っていく水槽がこちら。Amazon で売っていた60センチ水槽になります。この水槽はお値段なんと4000円。めちゃくちゃ安いね。この水槽代はジェックスさんで7500円でした。ほら、収納もついててめちゃくちゃ便利なのよ。このライトも Amazon で買ったんだけど、これは3000円ぐらいでした。それで前回の動画とか見てくれた人はわかると思うんだけど、ここめちゃくちゃ汚かったじゃない。魂かけて片付けました。僕実はね、お姉ちゃんがいるんですけど、お姉ちゃんの部屋にね、全部ぶち込みました。今ね、お姉ちゃんがフランス仕事で行ってるんで、お姉ちゃん帰ってきたらぶち殺される車エビちゃんたちの隠れ家となるサンゴ砂を入れていきます。こちらも Amazon で買いました極上サンゴ砂ですね。こんな感じで車エビが潜りやすいように粒が細かいやつ。これを今から濁りがなくなるまで洗っていく。よし、サンゴ砂入れ終わりました。サンゴ砂を入れることで甲殻類の成長に必須なカルシウムとミネラルがこの海水に溶け出します。車エビは力が強い割には殻が弱くて、バックした時に壁にさ、腰強打して殻が割れちゃってすぐ弱るのよ。けどこんな感じで砂さえ入れてれば砂に潜るんで落ち着いて全然暴れなくなるの。次はここに海水を入れていきます。これも Amazon で売っている人工海水の素、バケツにぶち込みますね。こんなコメントがありました。海水って市販に売ってる塩ぶち込めばいいんじゃないの？違う、それじゃダメだ。海水って塩分だけが含まれてるわけじゃなくて、マグネシウム、カルシウム、カリウムなどいろいろな栄養素が入ってるのよ。つまり市販の食塩だけだとこれらの大事な成分がゼロなんです。だからしっかり海水を作るときは人工海水の素を使いましょう。そうしましたらこちら比重計だね。一発で決まったわ。この白い針が塩分濃度によって上下するんだけど、今回ね 1.022 あたりなんでしっかりね海水できてますね。おっとよしってな感じで海水入れ終わりました。今からここにろ過器をつけていきます。今回使っていくろ過器もこちらエーハイムっていうろ過器ですね。このノコギリガザミちゃんのろ過器にもエーハイムの2213を使っています。よし、ほらやっとろ過器の中にろ過剤が入っていて、これをここに入れます。お水を吸い上げるパイプを入れて、吸い上げたお水を出すパイプも入れていきます。こういうさ、水槽立ち上げってすごい大変そうに見えるじゃん。けどめちゃくちゃ楽しいの。自分が作った水槽で何か生き物が動いてる姿って本当に感動するのよ。スイッチオン。きた。こちらにサーモヒーターも入れました。20度から32度まで温度変更できるんだけど、車エビは20度前後が一番活発に動ける温度帯だから、今のこの寒い時期はサーモヒーター必須です。じゃあ皆さん早速車エビ水槽に入れていくんだけど、車エビを落ち着かせるためにこんな感じで布をかぶせてました。中の子たちが生きてるかまだ俺もわかんないのよ。発射。生きてる。すごい。みんな元気。みんな回復したね。偉いね。水槽に入れてきます。発射。いけ。おー、いった。どうだ。いった。全部の子が起き上がれてるかな。砂に潜ろうとしてるんだけど、やっぱりまだね、力が入らないのか、あまりうまく潜れてないね。頑張れー。ダメか。潜れてないな。ちょっとまだ、ちょっ
とまだ本調子じゃないかもしれないけど、これさ、もしかしたら、砂がこの子たちに合ってないのかもしれませんね。今日今からさらに細かい砂を注文して、届き次第この子たちにね、細かい砂を敷いてあげます。ちょっとこの子たちあんま元気ないけど、餌あげてみましょうか。車エビは主に海の砂泥底に生息してて、日中は砂の中に潜り、夜間に活動します。餌はね、小魚だったり、小型甲殻類、貝類の幼生、特に大好物なのが、この磯目のような多毛類です。餌食べたら先は明るいから、とりあえずあげてみます。ダメだ、やっぱ食わないか。そんなね、疲れてる時というか、もう結構瀕死の時に飯なんて与えられてもって感じだよね。待って。待って、食うかも。食った。磯目と車エビの大乱闘。ちゃんと食って、ほら。口に入ってる。ダブルで食ってる。すごい。めっちゃ可愛いんだけど、車エビ。美しいな、車エビ。やった。動きは俊敏でかっこいいのに、仕草がめちゃくちゃ一つ一つ可愛いのよ。この子たち、犬だ。犬。こんな感じで手を器用に使って食ってます。なんかこう見るとホラーだな、でも。磯目を餌としてあげるときに、一つ注意しなきゃいけないことがあって、磯目って死んだ時に狙いストキシンっていう神経毒を出すんですよ。この成分さ、有機リン系殺虫剤に使われる成分でもあるぐらい結構強い毒で、だから死んだ磯目とかは餌に使わない方がいいです。よし、毛玉に餌あげます。食ったー。食い方毎回おもろいな、この子は。この子も鮮魚スーパーでお迎えした子なんですけど、マジで可愛くて。食った。前回の動画でお迎えしたこのロブスターちゃんなんですけども、お名前募集したところ大量の素敵なお名前考えてくださって本当にありがとうございました。今回ね、このロブスターのお名前、ロブタンにしようと思います。いやね、本当に迷ったんだけど、ロブタンが一番しっくりきて。今日からよろしくな、ロブタン。おー、すごい、なんか磯目が桜の花びらのように散っていく。食った。食ってる。これ見えづらいかな、みんなごめん。おーこの子マジで愛着湧くのよね。おー、汚すね、水。あとね、普通にデトイタス。おー、すごい。めっちゃ吐いた。汚しすぎ。待って。お、みんな、細かい砂が届いたぜ、今。車エビ水槽に入れてくわ。はい、砂入れ終わりました。もうね、こっちを2匹とか速攻潜ったし、可愛いこの子。9匹いたはずなんだけど、見えるのは6匹だけだね。じゃあね、車エビも落ち着いたところで、さっき買ったこのサザエちゃんを水槽に早速入れていきます。サザエってこんな感じで殻に閉じこもってれば、この中に水分を蓄えてるから、2、3日は水がなくても生存できます。もう一匹の方のサザエは絶命してたんで、この子をね、大切に育てたいと思います。で、皆さん今回もこの子たちをね、名前募集したいと思います。車エビは一つの名前で全部統一したいと思います。お、ちょっと蓋が開いてきたか？けどね、サザエってお引っ越ししたばっかだと2、3日ぐらい殻からね、出てこないことがあるんで、この環境に慣れたらめちゃくちゃ動いてくれますよ。サザエ飼育の適正水温も18度からだいたい24度ぐらい前なんで、車エビとサザエは共生可能です。では、車エビとサザエは夜行性なので、今から赤色のライトをつけて観察してみます。多くの甲殻類は青色や緑色の光にはよく反応しますが、赤色の光に対する感度がかなり低いとされています。これは海の中では赤色がすぐ吸収されてほぼ見えなくなるからですね。進化する過程で赤色を感知する必要がなくなったって感じなんかね。今から部屋を真っ暗にして赤色のライトをつけると、彼らにとってはほぼ真夜中ということになります。ではね、観察していきましょう。それが俺たちの絆ってな感じで、みんなあれから1時間経ったんだけど、映像確認したらめちゃくちゃ動いてたね。この子めちゃくちゃ動いてたね。ほんと可愛い。他の子たちが動いてないのは、車エビって餌を食べた後は消化をするために少しね、休憩時間が必要なんですよ。だからね、この子たち動いてない子はさっき餌食べた子かな。ちょっとね、サザエはまだ動いてないんですけど、多分大丈夫でしょう。この子たちってさ、まだ若い個体だから、これからバンバン脱皮すると思うの。多分2週間に1回ぐらい脱皮すると思うんですけど、そんなこの子たちの成長過程も今後ね、動画で配信できたらと思ってます。ってな感じで皆さん、ここまで動画を見ていただいて本当にありがとうございました。ぜひともね、チャンネル登録本当にお願いします。じゃあね、また次の動画で会いましょう。バイヤー。